안녕하세요. 北朝鮮専門家ケンです。北朝鮮を読む始めさせていただきます。皆さん、金正恩がブリトニー・スピアーズの Baby One More Time を歌いながら踊る姿を想像できますか？今この瞬間にも北朝鮮の住民たちは韓国ドラマを見たという理由だけで公開処刑されています。しかし金正恩とその兄金正철は西洋のポップスを歌いながら豪華なパーティーを楽しんでいたのです。今日皆さんが目撃する内容は、金正철が海外で薬物と飲酒でホテルをめちゃくちゃにした後、弟金正恩に涙で許しを求めた手紙の内容まで、北朝鮮最高権力層の素顔を今公開します。金正恩の兄である金正철、彼は一体誰なのでしょうか。メディアでは彼を弱々しく調整的な金正恩の兄と描写してきました。ところがこれは徹底的に計算された演技だったのです。金正철は金日成軍事総合大学で短期教育を修了した軍事専門家でした。弱々しい音楽教、完全な嘘だったのです。実際金正철は2008年から2011年までエリック・クラプトンのコンサートを12回観覧し、1回につき3万ドルずつ使いました。驚くべきことは彼の緻密なコンサート観覧計画です。金正철はコンサート前に担当者にこんな指示を出しました。2010年11月22日、ヘルシンキのハートウォール体育館公演の観覧チケットを買って予約していただきたい。最も良い席を確保してください。彼はシンガポールのインドアスタジアム、香港のアジアワールドアリーナなど様々な会場の外部写真と内部座席配置図を事前に受け取っていました。単純なファン心理ではなく、軍事作戦レベルの緻密さだったのです。チケット価格も驚異的でした。最初は1枚あたり85ユーロ、約12万円のものを買いましたが、後には219ユーロ、約30万円のプレミアムチケットを購入しました。12名の随行員とともにヨーロッパ全域を回り、総額8億円相当のチケットを購入したのです。しかし、これは氷山の一角に過ぎませんでした。金正철はこの伝説的なギタリストの DVD と CD だけで200枚以上収集し、フェンダー社から発売された彼のシグネチャーギター、彼のロゴが刻まれたジッポーライター、さらには彼が実際に使っていたギターピックまで購入しました。これらすべてのグッズの総額は10万ドルを軽く超えていました。さて、ここでさらに驚くべき事実があります。北朝鮮では2人、3人だけ集まって非組織的な活動をしても政治犯として処刑されます。しかし、金正철は常に12名の随行員と一緒に行動しました。なぜそれが可能だったのでしょうか。第一に、金正日の息子という絶対的地位のためです。第二に、弟である金正恩の深い信頼を受けているためです。第三に、봉화조という公認された私的組織のリーダーだったためです。ちなみに、봉화조とは北朝鮮高位層の市長たちで構成された秘密組織で、中国の大使等に例えられる北朝鮮版エリート2世集団です。偽造開閉や麻薬取引などの不法な稼ぎを通じて巨額の資金を動かす1億ドル以上の財力を持つ巨大な権力組織でした。一般的な北朝鮮住民には想像もできない集団活動の自由を金正철だけは享受していたのです。これだけでも彼の北朝鮮内での地位がどれほど特別かがわかります。暗殺された金正恩の異母系金正男が
補佐官1人、2人と行動していたことと比較すると、金正恩の12人随行団は、彼が単純な王族ではなく、実質的な権力者であることを示しています。また、もっと興味深い事実があります。金正恩は、ブリトニー・スピアーズの熱烈なファンでした。金正恩が兄として弟のためにブリトニー・スピアーズの DVD を特別注文して送ってあげるほどだったのです。金正恩は彼だけの秘密パーティーでブリトニー・スピアーズの代表曲 Baby One More Time を直接歌いました。北朝鮮の最高指導者が西洋ポップスを歌いながら踊る姿、想像できますか？もっとすごいのは金正恩の音楽的才能です。彼はピアノはもちろん、サックスをほぼプロレベルで演奏できました。パーティーでリソルチュと一緒にデュエット公演まで披露したそうです。そして兄の金正恩はギター演奏をするのですが、この伝説的ギタリストより演奏をもっと上手にするという評価を受けるほど優秀なギタリストだそうです。実はこのような音楽的才能は金一族の家族遺伝でした。父親金正日もトランペット演奏の達人でした。彼は夜ひっそりとトランペットを取り出して北朝鮮の有名な曲を演奏したりしていました。独裁者の夜は意外にも感性的だったわけです。金一族全体が芸能に特別な才能があり、特に金正恩の母親であるゴヨンヒも芸能人なので、金正恩と金正恩が音楽に生まれ持った才能を見せたのは、ある意味当然のことでした。金正恩にはもっと衝撃的な過去がありました。海外で薬物摂取と飲酒でホテルの部屋を完全にめちゃくちゃにした事件がありました。壊れた家具と器物、北朝鮮大使館が報奨しなければならない金額が限度を超えるほどでした。その時、金正恩がそのお金をすべて支払い、金正恩が金正恩に送った手紙があります。まともな役割もできない私を一つ懐に抱いて世話してくれる大きな愛に報いたい。この手紙の中のまともな役割もできないという表現には深い意味が隠されています。韓国国情院が調査したところによると、金正恩は幼い頃から遺伝的欠陥で胸が女性のように変化し、声が女性らしくなる症状を患っていました。このため後継者として不適格だという評価も受けていたのです。そうだとすれば、金正恩の本当の正体は何でしょうか？彼は北朝鮮最高位首長たちの私的組織である봉화조の実質的なリーダーでした。この組織は1億ドル以上の資金を動かすことのできる強大な権力手段でした。봉화조はどのように形成されたのでしょうか？最初は金正恩と金正恩が権力を移譲される前、北朝鮮の革新高位幹部指長たちを中心とした同好会形態で始まりました。金正恩が金正日の権力を移譲されるために離れていくようになり、金正恩中心で動くようになりました。봉화조は北朝鮮で新しい町が醸成される際に必要な物資輸入及び輸出など重要な役割を直接遂行し、収益を創出しました。麻薬、スーパーノート、ハッキングを通じたコインダッシュなど不法な絵画稼ぎにも深く関与していました。それではなぜ金正恩は権力を放棄したのでしょうか？ 2003年、金正日が金正恩を後継者として立てようとした際、金正恩はこう言いました。父がやれという通りにやれば、私は必ず失敗するだろうから、ただ楽に音楽でもしながら暮らしたい。この言葉を聞いた金正日は金正恩に灰皿を投げるほど怒りましたが、金正恩は最後まで意志を曲げませんでした。結局、海外留学中だった金正恩が急いで帰国し、後継者となりました。このように金正恩の音楽愛好は権力放棄を正当化するための完璧な
アリバイでした。しかし、もっと衝撃的なのは、これらの兄弟の毅然的な姿です。2013年頃、金正恩は重要な行事の後のパーティーで韓国の歌を歌い、周辺の革新合意幹部たちも韓国の歌を歌いました。同じ時期、北朝鮮住民たちには3つの悪法が施行されました。1つ目、青年教養保障法。2つ目、平壌文化語保護法。3つ目、反動思想文化撃退法です。これらの法律により、オッパ、お兄さんを言います。という韓国語を使ったという理由で、そして韓国ドラマを見たという理由で政治犯収容所に送られました。濃い権力者たちは西洋ポップスと韓流を思う存分楽しみながら、住民たちには法と死で禁止したのです。このような最高位層の文化生活は一般住民たちに知られることは困難で、老齢時には政治犯として処罰を受ける可能性がありました。数学で見る北朝鮮の現実はさらに悲惨です。金正恩がグッズに使った10万ドルは、北朝鮮の一般住民4人家族が10年間飢え死に暮らせるお金です。北朝鮮高位幹部の公式月給も米 1kg を買うことができないレベルなのに、金正恩は北一本に彼らの生涯所得を使ってしまいました。北朝鮮一般住民たちの公式的な月給は、高位幹部であっても5000ウォンから6000ウォン水準です。1ドルが8000ウォンなので、1ヶ月は愚か1日も米を買うことができない金額です。残りの生活費は不法な市場生活を通じて賄わなければなりません。一般庶民たちは1年に100ドルで飢え死にトウモロコシを食べることができる水準です。北朝鮮住民たちの平均年所得が100ドルの状況で、金正恩一家が所有するお金は数兆ウォンに達します。彼らが一晩に使うお金があれば、数百人の北朝鮮住民が1年を食べて暮らすことができます。2015年5月、イギリスでのコンサートを観覧する金正恩の姿が最後に捉えられました。その後、彼は完全に姿を消しました。なぜ金正恩は姿を消したのでしょうか。金正恩は現在権力意志がない人のように静かに生活し、ギターを弾いていると推定されます。金正男暗殺事件を目撃した金正恩は、次の標的が自分になる可能性があるという恐怖のため、存在感なく暮らそうとしている可能性があります。金正恩は北朝鮮が改革開放をしなければならないと考える人の一人と推定されます。金正男もまだ死ぬ前に北朝鮮が改革開放しなければならないと主張していました。北朝鮮の高位幹部たちのほとんどは、北朝鮮が改革開放を通じて生きていかなければならないと考えています。金正恩も改革開放の必要性を認知していますが、今は時ではないと判断しています。金正恩の現在の目標は、軍事的優位を通じて北朝鮮主導の朝鮮半島統一を成し遂げることです。いつか北朝鮮が変化するとき、その変化の鍵を握った人物の一人がまさに今静かにギターを弾いて過ごしているであろう金正恩かもしれません。今日のお話はここまでです。チャンネル登録と高評価、そして動画のシェアをしていただけると、より良いコンテンツ作りの励みになります。コメントでのご意見もお待ちしております。감사합니다。